どうも、作曲家のトイドラです。今回はね、なんと初の PR 案件をいただきました。何を紹介するかっていうと、ズバリ、AI 作曲ツールのミュージックフルです。最近はもう AI の発達がすごい目覚ましくて、ついに音楽も AI の力でかなりいい感じに作れるようになってきてますよね。で、こういう話をするとね、もう画面の前の皆さんが眉を潜めている様子が目に浮かぶようです。正直 AI 作曲ってあんまりいい印象を持ってない人多いんじゃないかと思います。何しろ最近は AI で描かれた絵が賞を取っちゃったとか、AI ツールで著作権の問題が起きたとか、そういう、良くないニュースってのもいろいろと聞きますからね。というわけで、今回はただの案件動画ではありません。せっかく音楽ガチ分析チャンネルでこんな話を取り上げるわけですから、AI で作曲するのって本当にクリエイティブなのと。AI 作曲ツールってのはどういう風に使ったら正しく使えるのと。こういう真面目な疑問について、今回はね、ミュージックフルの作曲ツールを実際に触りながら本音で話していけたらいいと思います。さあ、というわけでね、先に結論から言っちゃうんですけども、僕の考えではね、AI の作曲ツールっていうのは、人間の仕事を奪うどころか作曲家にとってはかなり助かる存在になると思ってます。結局のところ AI ってのは道具ですから人間がどういう風に使うのかっていうことでクリエイティブに使えるかどうかっていうのは決まってくると思うんですよね。で、なんでそう思うかっていうのを今から実際にミュージックフルを触りながらお見せしていこうと思います。というわけで早速なんですけども、実際にね、ミュージックフルを触っていきましょう。こちらね、URL が概要欄の方に貼ってありますので、気になる方はぜひとも自分でも触ってみてください。はい、というわけでね、早速ミュージックフルのサイトにちょっと来たんですけども、こんな感じになってます。で、Make Music for Free と、無料で音楽作っちゃおうっていうことで、実は無料のアカウントでも曲は作ることができます。今回は僕はね、もうクレジットいっぱいいただいてるんで、惜しげもなくバンバン作っていこうと思うんですけど、ちょっとじゃあ早速曲作ってみましょうかね。どういう曲にしようかな。スタイルはここから選べるわけなんですけども、試しにじゃあそうだな。エモいヒップホップとかどうかな。エモいヒップホップ。こんな感じでいきましょうか。で、歌詞もね、実は AI で生成できちゃうわけなんですけど、これすごいですよね。どうしようかな。ノリノリでダンスしながら、じゃあ盆踊りにしましょうか。適当なんですけど。適当だけど、ちょっとこれでやってみましょう。で、ボーカルは男性にしちゃおう。いろいろと細かく選べて面白いですよね。で、このバイブってところには、どんな感じの曲にしたいかっていうのはね、リファレンスを追加することができるんですけど、過去に作った曲を参考にして、さらに曲を作ることもできるっていうことで、なかなか面白いですね。AI が作った曲じゃなくて、自分でアップロードした曲を参考にすることもね、ここからできるんですけども、この時は、あくまで自分が著作権を持っている曲とか、フリー音源とかをアップロードするようにだけ、ここは気をつけた方がいいですね。他人の曲を勝手にアップするとダメです。じゃあ歌詞を生成してる間に、こっちの曲の細かい説明の方を書いてみましょうか。どんな感じの印象の曲にしたいのか。テーマですよね。夏の明るい昼間が舞台。友達や家族とみんなで楽しくダンス。こんなもんにしときましょうか。どんな曲になるのかちょっと正直僕もあんまりイメージつかないんですけど。盆踊りヒップホップですからね。どんな風になるんだ。おー、すげえちゃんと歌詞が生成された。夜空に光る星の輪。浴衣の裾がひらひらさ。それ憎いですね。韻を踏んできますね、これ。ノリノリでダンス、盆踊り。月明かりの下でフリー。自由に。やっぱ韻踏んでるから、韻を踏むっていう機能があるのすごいですね。ちょっとやってみましょうか。これで生成。どうなるんだろう。おー、できたできた。ちょっと聞いてみましょうか。早速だけど。ノリノリでボンダンス。ちょっと2曲も作ってくれました。聞いてみましょう。まず1個目。夜空に光る星の輪、浴衣の裾がひらひらさ、風が運ぶ笑い声、心も体も踊り出す。手を上げ回ってリズムに乗ってノリノリでダンス踊り、月明かりの下でフリー、ノリノリでダンス踊り、心解き放て自由に。すげえ。めちゃめちゃ完成度の高い曲が一緒に出てきてしまいました。ちょっと2曲目の方はどうかな。夜空に光る星の輪、浴衣の裾がひらひらさ、風が運ぶ笑い声。おもろいですね。こんな感じで似た曲を2つね、生成してくれるので、どっちの方が好みかっていうのを選べるわけですけど、なかなか気の利いた機能ですよね。これいい感じだったんでダウンロードしたいと思うんですけども、これ、MIDI も選べるのがすごいですよね。MP3、WAV、
そして MIDI ですね。で、この MIDI 生成機能ね、ざっくりとした曲の外観だけしか MIDI では生成できないんですけども、今の曲だったらこういう風に MIDI が出てくるわけですね。これもなかなか面白いですよね。なんかちょっと音数が足りないなとか思ったら、MIDI でね、自分で音足したりもできるっていうカスタマイズ性もちゃんとあるわけです。もう一曲ぐらい作っときましょうかね。で、今度は全く真逆のテンションの曲作ってみましょうかね。ちょっと悲しくて、感傷的な雰囲気にしてみましょうか。エモーショナル。バイオリンなんかも加えちゃおう。どうなるんでしょうね。で、歌詞はあえて変更なしにしちゃおうかな。ちょっと、意地悪に。で、女性ボーカルも試してみましょうか。哀愁のボンダンスにしよう。タイトル。こんな感じでどうだろう。冬の夜の校庭で夏の思い出を孤独に追いかける切ないバラード。寂しげな雰囲気。さっきとは真逆の雰囲気ですよね。これで作ったらどうなっちゃうんだろうな。やってみましょうか。哀愁のボンダンス来ましたよ。ちょっと聞いてみましょうよ。夜空に光る星の輪、夕方の裾がひらひらさ、風が運ぶ笑い声、心も体も踊り出す。手を上げ舞ってリズムに乗ってノリノリでダンスを踊り、月明かりの下で振り、ノリノリでダンスを踊り、心解き放って自由に。ちょっと面白すぎでしょ、これ。バイオリンソロで爆笑してしまったんですけど、めちゃめちゃいい雰囲気だな。歌詞が全く変わってないとは思えないぐらい雰囲気変わっちゃいましたね。で、とは言ってもね、各パートを細かく編集したいっていうことはあると思うんですよね。で、そういう時のために、ミュージックフルでは曲のパートをそれぞれ個別に分析することができるということで、ちょっとそれも試してみましょうか。ここですね。ステムを取得っていうボタンがあるわけですけども、これを押すと、マルチトラックが出力できる。要するに一個一個のパートが別々の音声データとしてダウンロードできるってことですね。これ相当助かりますよね。哀愁のボンダンスのバイオリンめっちゃいい感じだったから、バイオリンだけ聞きたいですよね。おー、すげえ、何これなんか、すげえ、哀愁のボンダンスがこんなしっかりと分割されちゃった。夜空に光る星の輪、ノリノリでダンスを踊り、すげえ。ちゃんとこれ個別のパートを別々にミックスし直せるぐらいの精度でちゃんと分離されてますね。実用性が高まってきますね。こうやって生成した曲ってのはロイヤリティフリーですから。ミュージックフルで作られた音源っていうのは全部ロイヤリティフリーで商用利用でも無制限に、永久に使うことができるわけですから、例えばね、なんかいい感じのキーボードの音ができたなと思ったら、これ、キーボードだけ保存しといて自分の別の曲に使ったりとかできるんですよね。これは相当便利。いや、ついに AI の音楽も実用的になってきましたね。はい。というわけでね、ミュージックフル実際触ってみましたけども、こんな感じにめちゃくちゃ簡単にね、高クオリティの音楽が作れてしまうわけです。で、僕はね、作曲家でお仕事をさせていただいてるわけですけど、作曲家目線でこのツールの何が嬉しいのか。それはズバリ言うと、作曲において一番めんどくさくてどうでもいい作業っていうのを一瞬で AI がやってくれるっていうことです。つまり、あくまで人間が AI を使う、道具として使うっていう発想があれば、ミュージックフルはめちゃくちゃ便利だし、クリエイティブだと思うんですよね。で、ここで AI のツールに対してよくある批判っていうのを見ていきましょう。まず、AI ってのはね、人間の仕事を奪ってしまうんだと。それで人間が失業してしまうっていうような批判。これよくありますよね。気持ちは確かによくわかります。実際、AI が出てきてから需要が下がってしまったお仕事ってのは、たくさんあるんじゃないかと思います。
ただね、僕の考えでは、そもそも昔から新しい技術が発明された時ってのはね、いつもこういう議論巻き起こりました。新技術によって新しい仕事が生まれて、で、その代わりに古い仕事がなくなっていく。これは歴史の中でずっとあることなんですよね。例えば、イギリスで機織り機、布を織る機械が発明された時っていうのは、それまでね、手作業で布を織ってた機織り職人たちが、ブチ切れちゃって機械をぶち壊して回ったそうです。当時の機織り職人からしたらもう仕事が奪われると、機械に仕事が奪われちゃうって思ってたわけですけど、じゃあ今の僕らはね、機械に仕事を奪われてるかと。そんなことないですよね。機械ができたおかげで、機械を作ったり整備したりする仕事が生まれていて、人間は大忙しです。別に全体で見たら仕事の量は減ってません。結局人間ってね、別にいつまで経ってもサボれないんですよね。ずっと働き続けることにはなるんだと思います。そして次ね、AI の音楽には魂がこもってないんだと、こういう批判もよく聞きます。これは実際正直その通りだと思いますよね。ただ僕思うんですけども、皆さんね、AI の音楽に魂こもっててほしいですかね。魂のこもった音楽は別に人間が作ればいいじゃないですか。だから結局のところ人間がやるべき仕事、人間しかできないことっていうのは奪われてないんですよ。で、今後おそらく一部の作曲のお仕事ってのは実際 AI に置き換わっていくんだと思います。でもそれっていうのは言ってみればね、あんまり魂がこもってなくてもいい仕事なんですよね。例えば短い CM の背景で流れてるあまり目立たない方がいい音楽とか、ホームセンターで流れてるなんとなく心地のいい BGM とかそういうやつですよね。つまり低予算で大量生産が求められるような音楽。こういう音楽っていうのはむしろ AI の方が作るのは向いてるんじゃないかと思います。逆にね、伝説のロックシンガーの新曲とか、映画の感動的なシーンで流れるすごい大事な BGM とか、そういった音楽っていうのは結局今後もね、人間が作っていくことになると思います。AI に任せる部分と人間しかできない部分、ここで仕事を分けることができればね、すごく効率的だし、むしろクリエイティブさってのは増してると思うんですよね。AI の作曲ツールについて結構ね、勘違いしてる人が多いんですけども、最近の AI 作曲ツールってのは、音楽を量産するツールっていうよりは、むしろね、人間が作曲をするための材料、素材をもう一瞬にして出す道具という風に見た方が、その価値ってのは伝わりやすいと思います。作曲するときに、あんまり魂込める必要はないんだけども、めんどくさい作業って結構あるんですよね。例えば、シンセサイダーの音色をプリセットの中から選ぶ作業とか、あとは気持ちのいい効果音を鳴らしたいからって言って効果音を探す作業とかね。こういう部分っていうのは作曲において必要不可欠ではあるんだけど、人間がやるとどうしてもね、コストパフォーマンスが悪くなってしまいます。こういう作業を AI が肩代わりしてくれるっていうのはすごく嬉しいことです。で、最後にもう一個ね、よくある意見として、著作権の問題大丈夫なのと。これは切実ですよね。実際、ミュージックフルで作った音楽っていうのは全てロイヤリティフリーで使うことができます。期間無制限で、商用利用も OK。それって大丈夫なのってちょっと心配になりますよね。AI っていうのは基本的に他の人が作った音楽っていうのを学習してそれを元にして曲を作ってるわけですから、これパクリなんじゃないのと。他人の作品をパクってるだけなんじゃないのっていうふうに思う人がいるのはもっともなことだと思います。ただね、ここら辺よく考えてみてほしいんですけど、他の人の音楽を学習して曲を作るって、それ別に人間も同じですよね。そもそも音楽っていうのは経験芸術です。今ある音楽を元に新しい音楽を作るっていうのが不可欠なことですから、他の人の作品を一切参考にせずに曲を作るっていうのは別に人間であったとしてもそれは無理なことなんですよね。それどころか音楽の中には技法としてね、サンプリングなんていう技法もあります。つまり他の人が作った曲から素材をね、切り出してきて使っちゃうっていうテクニックなんですけども、これこそね、場合によっては著作権バリバリに違反してることもあります。音楽の世界では習慣としてね、見逃しちゃおうっていうことになってるんですけども、音楽ってのはそういう一面もあるものなんですよね。魂のない AI、機械に自分の音楽を学習されることに抵抗感があるっていう気持ち自体はよくわかるんですけども、個人的にはそこまで嫌悪感を持つ必要はないんじゃないかなっていうふうに思ってます。今はまだ法律の整備なんかも追いついてなくて結構心配なところが多いのは事実なんですけども、ただね、少なくとも今の段階で法律上問題がないことについてあまり感情的に批判するのは良くないんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、というわけでね、今回の動画ではミュージックフルの PR させていただきましたけども、楽曲生成 AI について皆さんはどのように思うでしょうか？意見とか感想があったらぜひともコメントで来たんだか教えてください。で、ミュージックフル気になった方は概要欄のリンクの方からチェックをしてみてください。というわけで今回の動画はここまでです。面白いと思っていただけたらチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。では、ありがとうございました。